じゃあ早速よろしくお願いします。お願いします。これはやばいですよね。これはグリーンを超えてますね。いやもうなんかこういうデザインなんじゃないかってぐらい。どうします？どうします？ブリーチはやめていきたい。ちょっとブリーチ毛じゃないのを伸ばしたいなって思ってるので、あんまりしたくはないですけど。どうしようかな。ですよね。なんか一個方法があって、ブリーチしたくないんだけど、これだとさすがにグリーンになっちゃってるから、2パターン。黒をここら辺まで染めて、グラデーションカラーにしちゃう。そのパターンと、あとはこっちにハイライトを入れて、こういうイメージですね。こういうのを何本こういう感じにして、ハイライト入れて全体的に馴染むようにして、そうすると伸びてくると、黒、ハイライト、ブリーチの超綺麗なグラデーション。そのパターン。ただそれだと1回はブリーチ、要はハイライトが入るから、要はこの境をなじませるようなイメージ。長期的に考えてるんだったらハイライトもありだし、もうバッとやめるんだったらここの中間部ぐらいを黒染めしちゃって、毛先はせっかくこんぐらい綺麗だからグラデーションで残しておいてあげてもいいのかなと思うし、さあどっちがどうしようかな。一番難しいのが綺麗なブラウンにしてくださいがマジ無理。ハイライトを入れるね、ハイライトでなんかちょっとここら辺をこういう感じでぼかしての方がいいかな。それでいきましょうか。OK。で全体はこのブリーチの明るさ残したいか、それかちょっと綺麗にバーッとブラウンっぽくしたいか。ブラウンっぽくもできる。それやるんだったら。例えば黒とハイライトが綺麗にめっちゃ馴染むよう馴染むじゃん、コントラストついてる方がいいか。だからちょっとストリート系になります、でそれかハイライト入れたらもう一色に全体を染めちゃうんですよ。そうするとよりグラデーションっぽくなる。でもいい気がする。じゃあまあハイライト入れながら考えます。あとはなんかあります？いやなんかちょっともう毛先がだいぶいい感じになってる。いや傷んでて切りたい気もするんですけど、でも伸ばしたい欲もあってみたいな。せっかくだから伸ばしちゃってもいいと思うけど、濡らすとやばいことになるんですか？思ったよりしっかりしてるけど。いやもうなんかドライヤーかけるとめっちゃ髪の毛切れ毛がすごくて、やばい。もう全部髪の毛みたいな。全部髪の毛。全部床髪の毛みたいなのとか、口ブラシで通すと結構もうブラシに絡まったりとかしてて、ああなるほどなるほど。めっちゃっていう感じになるんで。かわいそうみたいな。私の髪がみたいな感じになっちゃうんで。一回ハイライト入れるとハイライト入れてないところが余るじゃないですか。それをその間にトリートメントしちゃってで考えましょうか。あんま切んなくてもいい気がするけどな。の方が可愛い気がするから。行きましょう。はい、お願いします。綺麗にします。はい、じゃあ早速いきます。はい、こんな感じのあれですね。もうブリーチをしばらく伸ばされた感じなんで、ここなじませます。ハイライト入れて、で結構もうちゃんと2回ブリーチかなこれ。2回3回ぐらいブリーチしますよね。毛先の方は多分そうですよね。そう綺麗に抜けてるんで、本当にここになじませといて、多分なじませだけだとすごい難しい。難易度上がるんで、ハイライト入れたら全体埋めちゃってもいいかなと思います。はい、準備します。はい、じゃあ薬剤紹介。ブリーチ界の王様アルミドとキャラフェクトコネクタ、塗料の10%ですね。6%、2倍です。はい、じゃあいきます。とりあえず一発こんな感じですっていうのを見ましょう。はい、もう全体のハイライトを入れるんですけど、こういう感じです。はい、グラデーションしたいんで細めでチップ細かめいきます。チップ細かめにして酒がなかった、ごめん。どうぞ。ありがとうございます。よし、で塗ります。ここマジで難しいんでしっかりきれいにしてはみ出さないけど絶対残さない。すごい難しいと思います。はみ出すと大変だし残すとさらに大変なんで、これが終わったら毛を横にずらして折る。はい、これの連続です。はい、行きましょう。さあ綺麗になりますよ。綺麗にしましょう。なかなか半年は染めてないですね。その間に1回美容院は行ってる。ブリーチはちょうど半年ぐらい。半年ぐらい。結構がっつりブリーチした感じですもんね。もう涙が出るぐらい痛くて。
2回ブリーチして、もう1回目は、まあ、いつもやってる感じだったんで、全然大丈夫だったんですけど、2回目はめっちゃ染みてるなと思って、その後カラー入れるじゃないですか。もうその時にもう多分めちゃめちゃ頭皮がやられすぎて、もう本当に痛くてもう涙が止まらないみたいな。美容院で涙が止まらない。でももうどうしようもできないじゃないですか。もう塗り始めちゃったからには突破するしかないから。突破する。なんかもう我慢限界突破。もう痛いと思いながら。大変でした。大丈夫。今日一切痛くない。もしはブリーチをやめたいのは痛かったですね。めっちゃ痛かったです。もう岩崎もここ最近やってないから。やってない。私もうやめるってなったら一気に全部真っ黒に染めちゃうんで。そうそう。おとなしい。もう一回結構気分がコロコロ変わるんで、これにバッて染めるくせにまた数ヶ月後にブリーチしたいって言うからやる人がいつも大変。私です。私でございます。まあちょうどねエクステに凝ってるからエクステの美容院行ってくれてるから。行ってくれてる。でもなんかそろそろまた頭皮を今度はいたわるんですよ。ブリーチしようかなってブリーチしようか思っておほほほほなんかでももうだいぶ黒を私はのせてるので多分大変なんですよブリーチだからちょっと今悩みどころですね。また金髪ショートに戻そうか。もともとめっちゃ赤髪だったんですよずっと。もう本当その赤髪の人みたいな感じだったんで、それになんかお客さんとかにも最近すごく赤髪に戻すもうやんないのみたいな言われるんで、あれが一番インパクトはあったので、ね、覚えてもらうんで名前わかんなくてもその赤い髪の子みたいな派手な子みたいなイメージだったからっていうので今悩みどころですね。もう手だから宿毛矯正も当てたいというハイパーわがままを今どうしようかなって迷ってるところですね。恐ろしい。多分やるのは永田さんか永田さんの後輩の志田さんがなんかもう一人いるんですけど同期だったタコン君っていう子がいるんですけど、この前なんかやってよって言ったら嫌だって言われて師匠がいるじゃないかあいつ師匠がいるじゃないかって言われて今日忙しいからさいやなんなら岩崎が忙しい俺の態度の借り上げすら今やってなくてボーボーになってるできないんですよすぐ行っちゃうんで、はい、めっちゃ綺麗になるんで楽しみです、はい、ちゃんと一流の技術でカバーしてますんで予想より長かったですリッチャッチがあと事前に伝えたよねブリーチがやめたくてすごい根元が黒い子が来ると思うよって言って予想より長かったもうなんかみんなにいじられるんですよなんでお前プリンやばすぎみたいな染めろよってなりますよね周りからしたら分かってるけど、みたいなやめたいんだってタイミングとかもろもろみたいな、自分が一番分かっとるわって思いながら分かっとるわいやそうなんですよ私だってやりたいんだよやりたいよブリーチもやめたいしね当たり前だけど全然痛くないですよねはい、何も感じてないそうハイライトは絶対痛くないハイライトとかはやったことはないです初の初めて気になってはいました多分でも思い描いてるハイライトではないからどっちかっていうと根元のこの黒がグラデーションでわっと入ってくるようなイメージなので、ハイライトはハイライトデザインは可愛いですよねまずはでも土台を整えないでも正直今日これハイライトやるじゃないですかハイライトリタッチするじゃないですか、伸びるじゃないですか、めっちゃかっこいいグラデーションになりますよ、今日が完成形というよりは伸びちゃった方がかっこいいです、地味な作業寝てていいですよ見てるの楽しいです本当？はい、よかった地味だからやってても結構面白いんだけどそうこれがね仕上がった時のこんな細かいことをずっとやって仕上がった時のドミノ倒しみたいなね全く理解が今できません。どういうことですか？ドミノをこうやって並べてグルルルってなったら嬉しいじゃない。あ、なるほど。ムカつく。なるほどって言ったじゃないですか今。なんで上からなるほど。社長か。おー。いやー。イエー。おー、なんだお前それ。何アピールだよ。早く流しゃいいよ。何をそんなアピール。証拠残しとかないと。
編集でカットするわ。なんでですか、今ちゃんと私のこの大切なセンシティブなお手手にマジで来やがった。痛いよね。センシティブ私のお手手すごい、だからちゃんと残しとかないと証拠残しとかないと。いろいろセンシティブだからね。どういうことですか。何、お腹もぐるぐるでしょ。お腹もぐるぐるで何笑ってんねん。バリウム飲んだらもう腹が痛いです。バリウムの下剤。下剤でお腹が痛い。いや多分もう今は大丈夫なんです。昨日の夜まで死にそうなぐらい腹が痛い。バリウムやったことあります？いや、ないです。ないの。僕もないんですよ。自分はなんか楽な麻酔でつやつや寝てるだけの胃カメラ。私だけバリウムみたいな。いや、なんか会社だから健康診断やんなきゃいけなくて、せっかくだから人間ドックにしてる、なんか組合の補助金もちょっと出るみたいな感じだったんで、じゃあ人間ドックの方がいいかもと思って人間ドック行って。胃カメラが年齢的にもやりたくてやろうと思ってて、で予約したらなんか女性の胃カメラはすごいなんか今待ってて6月過ぎちゃいますみたいなこと言われて、じゃあ女性バリウムで大丈夫ですって言って私だけなんかバリウム初めてバリウムを飲んで、別に飲むことが別にまあ確かにそんな美味しくないけど思ってたよりかはみたいな感じだったんですけど、その後の下剤がきつすぎて死にました。動けなくなった。うずくまりながら。僕はもう胃カメラで鎮静剤って言って、寝てる間にやってくれるやつや寝やがった。すごいまだ多分若いからやったことないんですけど、僕も初めて鎮静剤打ったんですよ。ここに管通されてピンって出てるんですよ。俺の血管から管出てるけどこれ大丈夫かなで、この歩いてきてくださいみたいなで、なんかはいベッドに寝てっつって、胃カメラですみたいな感じでやられるんだけど、女性の先生はねもう超荒くて、はい腰はこう膝はこうみたいな感じですごい上からされておそういう感じかと思って初めてだから、はいじゃあ行きますね、鎮静剤入りますんでうとうとしますって言われたらもう1時間半経ってひどくないですか。私はなんかはいでは右に3回転してくださいって言われてコロコロ気持ち悪い中回されてどっちもやったことないですよね。ないですね。ほんとひどい。次からバリウムでお願いします、長津さん。私次スヤスヤ眠る胃カメラ。なんでそんな苦しみを。ちょっと待って、だってお前若いから大丈夫だよ。1回ぐらい人生で経験したことないのがあるの嫌だって言うじゃないですか。仕事論。じゃあちゃんとバリウムでも健康診断とか一応会社の仕事の一環です。何言ってんのマジやった方がいいです。だってあれでしょ、バリウム受けて異常があったら胃カメラなんでしょ。そんな詳しくないかららしいんですよ。だったら最初から胃カメラでよくないですか。でもちゃんと飲んだ方がいいですよ。あれマジで経験した方がいいです。そう、バリウム未経験のまま。経験はちょっと恥ずかしいですよ。やったことないとか言うの。嘘つけ。やったことないんですよ僕みたいな。恥ずかしいからやめてください。恥ずかしい。恥ずかしいからやめてください。いい年してバリウムやったことないんですよみたいな。やめた方がいいと思う。マジか。健康診断終わった次の日にプチプチなんか文句言われるし。いや、ひどいんですよ。ひどくはない。ひどいんですよ。ひどくはないんですよ。なんかとりあえず一回自腹で払って後で入ってくるみたいな感じだったんで、とりあえず人間ドックのとこ行って、で僕1時間早かったんで、だからお会計多分この後に岩崎っていうのが来ると思うんで、その子のお会計を僕につけといてくださいってさ、多分オプションとかやると思うんでオプションは払わせてくださいって言って終わって、で普通に鎮静剤から目覚めたらすごい1時間半とか本当に経ってたから、岩崎に電話したんですよ。1時間遅かったからちょうどかなと思ったら、そしたらなんかいろいろあってもう1回来てくださいみたいになって、なんか速攻で終わったっぽいんですよ。バリウムを飲めなくてその時は、なんでバリウムが別日になったんですよ。そしたら本当秒で終わって今みたいな帰っちゃったんですよ。もうタクシーでピューみたいな。家に着いた頃になんか連絡来て、そうで、何飯でも食いに行こうよって言ったらもう家ですよ。っつって早っつって、じゃあ分かった、じゃあ俺も支払い済まして帰ろうと思って、その夕方から撮影だったんで支払い済まして、普通にまあ高いやつ10何万とかで OK ってなって、よくよく見てみたらオプションのアレルギー検査1万5000円とかおいとアレルギーチェックじゃねえよと。私多分悪くないあれ。受付に行ったら受付してくれたお兄さんに「先に来た」みたいな方がなんか払っていかれるそうなのでって言って、私知らなくてそこで聞かされて「あ、そうなんですか、じゃあお願いします」とか言って「オプションつけますか?」って言って「アレルギーだけお願いします」って言って、でなんかバリウムがないから早く終わって、受付も「じゃあ次回の予約ここの日にまでに予約してください」とか言ってそうやって帰ったんですよ。そしたら次の日になんか「お前さオプション払ってけよ」っつって。でもそうなってから請求するのもなんかちょっと悪いかなと思っていいよおごりました。確かに言われてみればオプション払ってないなみたいな。オプションのアレルギー検査をあ、じゃあつけときます
みたいなお願いしますって言ったら次の日にお前さっつってみたいな私それ絶対お兄さんのせいですよ。まあね、だからラッキーみたいな。ラッキーパターン。ラッキー。そんなこんなバカな話をしてるうちに終わりますよ。で、めっちゃ長く起きます。はい。はい。じゃあこの空いてる時間でこっちの毛にです栄養を入れていきます。インフォームとアクアとケラフェクト化石ラジ10倍希釈です。もうちょい可愛くでいいね。失礼いたします。何でしょうか。すっきりしたでしょうね。今でもだいぶ抑えた方だったんですよ。カメラ映ってる人も。カメラ映ってるし、抑えないと。抑えてだいぶ抑えて可愛くした方がいい。朝とか、うわっしゃウェイウェイみたいな。なんだよそれ。えいなんて言ってない。そんなことまでは言ってない。あとなんか知んないけど絶対痰が絡んでる。あとおじさん。朝喉の調子悪めな。なんないよそんな。俺なってないでしょ。朝喉の調子ちょっと悪めなんで。なります？私も比較的喉の調子ちょっと悪喉の調子悪め。喉の調子悪めか。喉の調子悪めなんで。クーラーとかエアコンつけてるともう私多分クーラー直当たりなんですよ顔面に。構造的に。それは喉の調子も悪いですよな。何に対して怒ってんだあの人。30分置きます。はい、そんな感じで見てみましょう。こんな感じ。綺麗に繋がってんじゃないでしょうか。もう一斉に取っていっちゃいます。ちょっと引っ張ります。はい、じゃあそんな感じで流してもらいます。お願いします。お疲れ様でした。どうでしょう。まあこれじゃ返さないです。これで帰ったらどうしたのって逆にみんなに言われると思います。じゃあこれを綺麗なグラデーションでいきたいと思います。とりあえずブリーチのシャンプーなんで、はい、ブリーチのシャンプー何使いました？ブリーチキャンセルブリーチキャンセルとエドル2番。エドル2番。はい、こんな感じでブリーチ後の後処理っていうのが大事ですね。でここからもう一回からいきます。こんな感じ。おー、わかります？なんかバレイヤージュ調。バレイヤージュってハイライトとグラデーションカラーが合わさったものなんですよ。だからこういう感じで黒とこういう感じ動いた時にこう動きが出る。これがすごいかっこいいかなと思うんですけど、今日はこの黒とこれのコントラストだとドヤンキーみたいになるから一色にします。はい、はい、じゃあ上から乗っけていきます。でこんぐらいの綺麗にしっかりとハイライトが入ってバレイヤージュ調になったんですけど、このままいくとかなりコントラストついちゃうんでしっかり染めちゃいます。これが馴染むように染めます。はい、その場合はこの配合、はい、14N と 2GB ディープブルー4対1対 20%。基礎をブルー系で保ちつつも、2GB 入れることによって、明度差っていうのをできる限り隠していこうと思います。根元 6%、毛先 3% で、根元、塩彩灯と、あとは DLT、根元 10%、毛先 30%、インフォーム3プッシュ3プッシュ、コネクターが1プッシュと 5% ですね。で、ハウタムが毛先 3g 入ってます。いきましょう。結構良くないですか？まあ、先ほど後ろ見た感じ。びっくりしました。でもちょっと違うじゃん。そうこっちはね前はねどうしてもねああなっちゃうんですよね。で今の黒いところをブラウンにしつつ毛先もちょっとブルー系のブラウンにしようと思ってます。絶対綺麗なのでまあでも時間はかかりますね、でもこっからは普通のカラーしての時間と一緒だから、こっから大体1時間ちょっと思ったよりスムーズにいきます。休みは土日ですね基本。いや不定休。不定休だ。最近休み日何します？もう家でずっと寝てます。岩崎みたい。なんかそう寝てますっていう方は大体私みたいって言うんだよ。どっか出かけたりあんましないですか？なんかすごい心にストレスが溜まってる時とかは友達にどっか行こうって言って車出してもらったりとか。ああ、なるほど。なんかとりあえず自然を感じたいみたいな感じで。自然を感じたい。自然を感じたいみたいな。東京じゃないどこかに行きたい。なるほどなるほ疲れてますね。車内で永遠に愚痴を言いまくるみたいな。いいすごくいい。そういう場合どういうところにいますか？この前はその夜中に迎えに来てひたすら下道で静岡の方まで行って、やばこそご遠いですよ。なんか朝方雲海を見て、雲海雲海を見て海沿いの方を走って回転の爽やかに並ぶっていう。ああ爽やか爽やか。僕の動画登場率高いかもしれない。爽やか行ったことないんですよね。爽やか行ったことない。並ぶんだよね。めっちゃ並びます。そう。あんな並んだらうまいよね。出た。そりゃそうだよっていう。回転でどんぐらい並んだんですか？でも
なんか開店のちょっと前から整理券は発見してて、でそれには間に合わなくて、なんかちょうど開店する直前ぐらいに行って、もう1時間ぐらい。おお。並びますね。並びますね。でもやっぱうまい。美味しかったです。あ行きたいな。あれ免許持ってますか？持ってます。運転しなさすぎてペーパーっていう。東京来てからマジでしないです。東京はしないよね、運転。それこそそう静岡に行くとかそういうことしないと。友達とどっか遠出するとかじゃない。俺サーフィン全然行ってないからマジでテントサウナぐらい。出た。やめましょう、この話は終わりです。テントサウナって知って出た。もうほら。知らない。知らない。サウナ好きですか？いや、ちょっと興味は。興味ない。やっぱ流行ってますもんね。みんなサウナ。みんなサウナ言うでしょ。うるさいんです。テントサウナって言ってサウナを持ち運びできるんですよ。そう。だからテントあるじゃないですか、普通のキャンピング。それが放熱はなんていうんだ、熱を逃がさない設計になってて、そこの中でストーブを焚いて煙突つけてね、そうするとそこはサウナだから山とかの川沿いとかに行ってすごい超いいですよ。超いい。うるさいんですよ。この前コメント欄で岩崎ちゃん分かってないんで整うってことがコメントをした人がいました。サウナの人って基本ポジティブだから、サウナ好きな人ってだからすごいサウナをご利用ししてこないですか？うざいんですよ。私サウナ興味ないんですよ。こんなにも興味がないって言ってるのに、その多分長さんとサウナに行った人たちも、まあ後輩だったり友達だったりとかが多かったから、まあ、みんな知ってるわけですよ。5人でしたっけ？5人で。5分の4私知ってる人たちなんですよ。だからうるさいんですよ、やつら。サウナ行こうぜ、サウナ行こうぜっつって。行きたくねえっつってんだろ。行かねえし。一人後輩の多分この動画にたまに出てくる岩山さんっていう後輩がいるんですけど、僕がどうしても私に来てほしいと。私はどうしても行きたくない。やめてくれ。私の睡眠を妨げないでほしい。そんな早い時間から動けないし。早くねえし。早いですよ、7時ですよ。7時ぐらい。ポジティブじゃないですか、サウナ好きな人みんな。頭がちょっとネジが外れてしまったのか、サウナに行き過ぎて。お前怒られるよマジでごめん。長井さんと行った人たちのことですよ。サウナに行き過ぎて頭のネジが外れると。長井さんとサウナに行った方々はなんか楽しすぎてネジがおかしくなったのか、私が行きたくないのを照れ隠しだと思ってる。頭悪いんだよね。そんなこと言って行きたいんでしょって。うざいんですよ本当に。誘ってくる、しつこいんです。みんな一緒に行きたいんですよ。一言で言うとうざいんです。どうぞ楽しんできてください。本当行きたいんです。これですよ。もううざすぎる。わかんないですよ。整うってことが暑いし、暑いの嫌いなんで、基本的にその自ら暑いところに入ろうとは思わないわけですよ。って言ってたらなんかお前まだ人生始まってないよって言われて、何言ってんだろうとか思いません？まだ人生始まってないよとか、生まれた時から人生始まってるわって思いません？何ですか？あ、出た。整ったらわかる。いらないな。トリートメント入りのカラーなんで本当だったら温めるんですけど、一応ブリーチしてるんで今日はそのままいきます。でも全然効果ない。お待ちください。はい、20分強経過ですね。いいんじゃないでしょうか。お願いします。では流しますね。お疲れ様です。はい。金髪じゃなくなりました。このちょっとわかるシルバーっぽい感じ。なんとなく。どんぐらい切りましょうかね。毛先がやばくなければ伸ばしたい。伸ばしたい。だったら乾かして毛先の具合見ながらいきましょうか。はい、じゃあ PLT のミストって言ってレブニン酸のミストですね。髪の毛引き締めてくれるんで、はい、髪にいいです。オイル、リンクのオイルとつけて PPT02 が特にこういうブリーチ毛には相当いいですね。ブリーチ毛に必要なのはインフォームをシャンプーに混ぜることと PPT02 で毛先を保護すること、補修することですね。乾かします。乾かし終わりました。はい、大丈夫。はい、超綺麗になったね。でハイライトがこういう感じ、わかるかな。多分すごい馴染むようにしてあるからあれなんだけども、すごいブリーチ部分とこの根元のところをつなぐような形で映ってる後頭部のところってこうつながって全てがグラデーションになるようになってます。で退色すると今度は筋が出てくるんで、筋が出てきたらもう逆に言うとそのままほっといて毛先の黄色いところだけムラシャンとかしてあげるとバレエアージュになります。最高。ちなみにもう考えられる髪にいいトリートメントをカラーに存分に盛り込んだんですよ。触ってみてください。来たでしょ。やったー。すごい。
ね、ちょっと軽くするぐらいにしようかな、はい、量は多いですよね。いや量がすごくちょっと取り、すごいついてもらうんですけど、なんかそれでもなんかどこからなんか湧き出てくるのかわかんないくらい量が。オッケー、やりましょう。じゃあドライカットいきます。どこから湧いてくるかわからない量を取りましょうか。 OK です。はい、まあ今回こんな感じですね。カラーかなり馴染んだと思います。金髪と黒のツートンだったものがしっかりとこうハイライトと、さらにアルテマのリトーノのブルーですね、ブルーを使うことによってこういう馴染みのいいカラーになったと思います。じゃあもうこれ伸ばしてる子、特に若い子は毛先切らない方がいいです。本当に年齢重ねた人は毛先整えた方がいいです。若い子はマジで切らない方がいい。その方が伸びた実感があると思うんで。はい、いきます。で軽くするときはもうやっぱり少しごわつきやすい髪質でもすごい元が綺麗なんだけどもちょっとうねりがあるからドライカットシザーでいきます。こう指で厚みのあるとこ取ったらハサミを斜めに入れて押し切り、こんな感じ、こうして押しのスライドカット、はい、こんな感じ。そうすると軽くなります。で一束一束丁寧に、軽くなりすぎないようにこう指で触って、ここが触った時に軽かったらやらないと。そうするとムラができないんで、こうしてそうです。ゆっくりやると人差し指と人差し指で取ります引っ張るきれいに引っ張ってテンションかかった状態で、はい、ですね。このまま積み重ねていきましょう。こんな感じでこれを高速でやっていくことによって束感も出るし、さらに量も取れる。特にこの中段の部分ですね、中段の部分というのはしっかりと量を取ってあげるといいですね。でトップの部分はあんまり取りすぎるとパサつきの原因になるので、この8のところまで、スライドカットだったら8のところまでいけますね。テニングだったらここは絶対取れない部分なんで、スライドだったらなんでかというとこの下を削るんで、そんなに表面に嫌な毛が出てこないです。あんまり切られてる感じしなくないですか？すごい軽くなってます。一回両手でこう触ってみようです。おお、いいね。いい反応してくれます。ありがとうございます。続いていきます。どこまで伸ばしたいとかあるんですか？いやでもすごく長いのはそれはそれで面倒くせえって思っちゃうんで適度な、なんかいい感じぐらい、適度ないい感じぐらい、胸下ぐらいまでいったらいいかなって。そうです。やっぱり目指す先はみんなそこら辺なんで。最近伸ばしたい人増えてきたかな。伸ばしたい人か超バッサリ切る人。昔と違ってなんかこの人だっていう芸能人の髪型を真似たりしないじゃないですか、今の若い子って。だからそんなにね流行りとかもないんだけど、なんか増えたなって感じです。この子の髪型いいなっていうタレントさんとかいます今？いやなんかあんまそういうのなんもあんまない。岩崎ある？岩瀬優衣な。岩瀬優衣な、もうずっと推しだね。しか見てない。しか見てない。岩瀬優衣なっていうコンカフェ嬢。可愛いんですごく。芸能人ではないですね。芸能人じゃないね。YouTube とか見ます？結構。めっちゃ見ます。めっちゃ見る。一番見るの誰？はじめ社長。いやなんか東海オンエア。東海オンエア俺わかんない。あれアスレチックとか行く。フィッシャーです。フィッシャー。お前早いな。めっちゃ早い。すごい見てるから。東海は面白いですよ。そう。すごい面白い。すごい面白い。語彙力。でもレジェンド YouTuber ですよね。どちらかというと。そう。だっていつもトップ10とかにずっといるよね。いますね。ちょっと東海オンエア見てみよう。ですね。じゃあ全体一回触ってみてください。多分相当軽いと思う。これそうそう、伸ばすんだったらこれぐらいかな。ちょっと厚みがまだ残ってる。前髪どうします？ちょっと自分で切っちゃった。わかる。でもそんな変じゃない。だからなんか取れてほしいな。いい感じ。ちなみに前髪の横がもうこんな感じじゃないですか。なんかちょっとここら辺つながってた方がいいとか。が欲しいなって思って。オッケー。ちなみにあともう一個、結んだ時にここら辺短い方がいいとか。結ばない？あんまり。いやめっちゃ結ぶ。めっちゃ結ぶ。でここら辺降りてて大丈夫なんで、オッケー。じゃあもうしっかりやりましょう。まあ前髪でも上手に切れてます。いやでも、思ってたより短く切っちゃって、切った時に、いつもオン眉とかにしないんですけど、もう完全に眉が出てるみたいな。鏡の前ですごいショックを受けて絶望に打ちひしがれた。ちなみに前髪の長さってこれどうか、もうちょいこれくらい？もうちょいいってももうちょいいってもオン眉はダメだけどこれは長いんだね。結構攻めるタイプの。いやなんか結局髪の毛伸びるのが早くて、なんかいい感じに切ってもなんかすぐまた目にかかって、うざいなと思って感じだから。確かにね。
ちょっと一回前見てもどうだ。あ、大丈夫です。オッケー。しゃー結構ミリ単位の仕事しましたよまずここをこんな感じでつなげます。これあるだけでなんか分かります？左右のさ、このバカーンってなってるのとふーって入ってくる。この方が顔がどんどん小さく見えてくる。これは自分じゃ切れないんでね。よし、OK。そしたらこれをでもうこんぐらい長いのをシザーで切るとなじまないんで、レザーでいきます。これはある程度の長さ、顎下ぐらいまでをこうストロークでこう、まずある程度長さを切るのはレザーの方がいいかなと思います。もうちょいで、ある程度決まったらこっちに引き出す、逆方向に引き出すとレイヤーが入るんで、レイヤーの角度で入れていきます。よし。そしたら後ろを合わせて、そう、顔周りが重いとすごいちょっと老けて見えちゃったりするから、こんぐらい今のと合わせて。わかります、はい、いいじゃないですか。この毛超大事なんです実はそして綺麗なグレージュカラー、これカメラ映ってるかな。多分 OK めっちゃ綺麗じゃないですか。これ動画だとこういう繊細系の色なかなかわかんないですよね。そしたら耳後ろをちょいと、耳後ろだけ少し線によし OK。 じゃあこの後一回ストレートアイロンでトリートメント、さっきやったトリートメントが固まってくれるんでそれやります。はいはい、でいつも耳の結合210か220度でやるんですけど、ブリーチしてるんで190でいきます。OK。 ちょっと外羽とかに巻いちゃっていいですか。はい、やってみましょう。外羽に巻くときは僕ポリッシュオイルつけて巻きます。アローディアデンスオイル、香りに注目。めっちゃ良くないですかいい表情してくれ絶対いい子ありがとうございます。すごいいい匂いです。いや、そこはレポーターになりきれないOK です。大丈夫。いいですよね。ほんとなんか安らぎ、なんかホテルのスパとかで使われてる錠剤で、じゃあ外羽いきます。よいしょ。まあ難しいことはないですね。中段から滑らして。よし。この後誰かと会ったりしないんですか？会います。お、来た。びっくりされますよ。ビフォーがめっちゃツートンカラーだった。久しぶりになんか暗い髪を見たなって思いました。あ、逆に？そっか。半年ぐらいずっと金髪だったから、これを色が退色した時が一番綺麗。楽しみにしてください。はい、お、なんかバレエアージュなの？グラデーションカラーなの？みたいな感じになってくるんで、ぶっちゃけこれ今日ハイライトやったじゃないですか。はい、もう半年以上カラーしなくていいです。あ、本当ですか？そう。なんでかっていうと、根元から超自然につながるグラデーションカラーになるんで、もうしばらくは何もしなくて大丈夫。でもブリーチしたくなっちゃうんですよね、そういう時に限ってなんでっつってなんでだろうっつって。それはまあ岩崎さんも一番よくわかります。なんでですかね永遠の謎。はい、ブリーチしたいですもん今したいですもん。明るくしたいな。髪の毛育成中なんで。育成中らしいです。ちょっと横の方は軽く波ウェーブにして、後ろは全体外羽みたいな感じで。さあ一回取ってみましょう。もう一回折り付けます。さあこうです。わかります？はい、ハイライトとなんかちゃんとそう映ってるかな。映ってます。こういうハイライトが結構ツートンじゃなくてしっかり根元から来て、これが伸びてきた時にこの今明るいところがここら辺まで来るとグラデーションカラーの完成。ロングでもいけるから絶対に。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、完成です。お疲れ様でした。ありがとうございます。疲れたでしょ。いや、3時間ぐらい。そんなにかかってないか。なんで、今日は、ブリーチをめちゃめちゃ伸ばした人、でも絶対そうなんです。ブリーチやめたいって時にどっちかなんですよね。黒染めかハイライトがやるしかないかなと思うんで、今みたいなやり方でやるとより綺麗にさらに伸びた時に、バレエアージュだったりグラデーションカラーになるっていうカラーのやり方っていうのを今日はやりました。ありがとうございました。ありがとうございます。もういい感じになったんで、あとはぐんぐん伸ばしてください。はい、はい、お疲れ様でした。以上です。お疲れ様でした。マジいい感じになりました。いやいや、マジちょっと後ろ結構俺頑張ったかも。かっこいいかっこいい。オッケー。オッケー。ありがとうございます。じゃあ準備してください。お疲れ様でした。ありがとうございます。また。はい。ぜひぜひ。じゃあお疲れ様でした。はい、バイバイ。
あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、事務所行って作業だ。その前に銀座のラーメン山ちゃんだ。はい。おい。いいじゃんね。はい、じゃあそんな感じでデザインからお疲れ様でした。